か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今回はさやさんからのリクエストで韓国の音楽レーベルアンテナを紹介するトーク会でお届けします。まずさやさんからいただいたメッセージをもう一度読みますね。風花さんこんにちは。以前ユ・ヒヨル先生について紹介をしていた回があると思いますが、音楽レーベルのアンテナミュージックについていろいろ知りたかったので質問しました。ちなみにこれは私の勝手な妄想なのですが、音楽をやっている身として、もし私が韓国の事務所でどこかに所属できるとしたら、絶対アンテナミュージックさんがいいななんて考えていたりします。そのくらい憧れです。韓国情報について詳しい風花さんなら、基本的な情報からどんな特徴のあるレーベルなのかなど、いろいろ語っていただけると思ったのでよろしくお願いします。ということでトークテーマのリクエストをありがとうございます。ユ・ヒヨル先生は去年の8月のテーマでしたね。歌はトイ・フィーとキム・ヨヌさん、キム・ヒョンジュンさん、クオン・ジナさんの曲などをねカバーしてお届けした月でした。アンテナはユ・ヒヨル先生が設立した音楽レーベルなんですが、個人的な印象としてはアンテナのミュージシャンはみんな自分で曲を書いていて、必ずしも売れ線じゃなくても音楽性が高いアーティストの個性を尊重するイメージですね。シンガーソングライター憧れのメジャーレーベルという印象を持っております。今回はアンテナの歴史やどんな特徴のあるレーベルかなど紹介していきたいと思います。まずユ・ヒヨル先生が1997年にトイミュージックというインディーズレーベルを設立するんですね。これがアンテナの前身のレーベルとなります。トイミュージックではトイの音源はもちろんのこと、キム・ヨヌさんなどもねアルバムを発表されています。最初は小さなレーベルだったんですが、徐々に所属アーティストが増えてきて、トイミュージック設立から10年後の2007年に社名をアンテナミュージックに変更します。このアンテナミュージックという社名には、本質に忠実な音楽を届けよう、屋根の上のアンテナのようにいい音楽を広く送ろうという意味がね込められているそうです。その後チョン・ジェヒョンさんやペッパートーンズさんなどのシンガーソングライター集団が加入したことで、今のシンガーソングライター中心の事務所という形になっていくんですね。アンテナが一気に拡大したのがオーディション番組の K-POP スターなんですよ。こちらは以前エピソード17おすすめのオーディション番組という回で紹介した番組なんですけれども、韓国の3つのエンターテインメントタレントエージェンシーが次の潜在的な K-POP スターを見つけるために世界的なオーディションをするというコンセプトで始まった番組なんですね。こちら当初はビッグ3といって韓国歌謡界を代表する3つの会社から代表者が審査員になっておりました。 JYP エンターテインメントのパクジニョンさん、YG エンターテインメントのヤン・ヒョンソクさん、 SM エンターテインメントからはボアさんというこの3つの会社が審査員になるという形で始まったんですが、シーズン3からは SM エンターテインメントが降板して、その代わりにアンテナ代表としてユ・ヒヨル先生が審査員に加わったんですね。 K-POP スター出身のサム・キムさん、クオン・ジナさん、チョン・スンファンさん、イ・ジナさんはですね、若手の歌手たちなんですけれども、アンテナの中ではアンテナエンジェルスと呼ばれているそうです。でこのようにオーディション参加者がアンテナに加入したことで会社の規模がどんと拡張しまして、2015年には株式会社アンテナというふうに屋号を変更しています。なのでミュージックがなくなった感じなんですね。アンテナミュージックからアンテナに変更になったと。
そして2021年にはカカオエンターテイメントがアンテナの株式を完全に買収したということで、現在はねカカオエンターテイメントの子会社としてアンテナがあるという形になっております。でカカオっていうのはカカオトークっていう LINE みたいなメッセンジャーアプリを提供している会社なんですね。で日本ではメッセンジャーアプリといえば LINE がおなじみなんですけど、で LINE もね韓国の企業なんですが、韓国本土ではカカオトークの方がよく使われているそうなんです。でこのカカオのエンターテイメント部門を担うのがカカオエンターテイメントという会社で、韓国最大の音楽ストリーミングサービスメロンっていうんですけど、このメロンの運営や多くの音楽事業を展開している会社になります。でアンテナはだから2021年にその傘下に入ったっていうことですよね。でここまでが会社設立から現在までのアンテナの歴史になります。では続いてアンテナがどんな特徴のあるレーベルなのか、どんなことを大切にしているレーベルなのかといったあたりの話をしていきますね。まずアンテナのホームページの About というタブを開くと、チョンサラン、チョンウマク、チョンウスンという会社のモットーが表示されます。これはいい人、いい音楽、いい笑いという意味なんですね。でもともとはいい人いい音楽だけだったそうなんですけれども、2021年にユ・ジェジョクさんという韓国のもう国民的 MC と言えるような方ですよね。大変有名なコメディアンの方がアンテナに加入したので、それを機にいい笑いっていう文句も追加されたそうですね。いい人、いい音楽、いい笑いをモットーに、日常から得たインスピレーションを枠組みにとらわれず様々な形で表現する。そういったアーティストたちの自由な挑戦を通してエンターテインメント界に自分たちの価値を伝えていくっていうことがね、会社の方向性としてこれホームページで語られております。K-POP スター以前はですね、アンテナは比較的零細企業といってはちょっと失礼かもしれませんが、いわゆるね大手事務所という感じではなかったんですね。ただ皆さんユ・ヒヨル先生ご本人の推薦でアンテナに加入されています。音楽をどれだけ愛しているかと実力があるかっていうのをまず第一基準にして、このような音楽はもうこのアーティストにしかできないだろうという個性の部分でユ・ヒヨル先生がね感動するっていうかですね、ユ・ヒヨル先生ご自身が同じ音楽家としてそのアーティストの才能を尊敬してぜひ支持して応援したいって思ったアーティストを自らスカウトして連れてきている感じの集団なんですよ。なのでいわゆる社長と社員っていったような上下関係ではなくて、アーティストとしてお互いを尊重し合ってる雰囲気っていうのがとてもいいと思うんですよね。なのでアンテナはこういった土台があることもあって、所属アーティスト同士のコラボ作品とか、コンビネーション CD とかがすごく多いっていうのも特徴だと思います。そしてこのオーディション番組 K-POP スターはアンテナの加入前は JYP、YG、SM でしたよね。でこの3社っていうのはどれもアイドル中心の大型の企画会社だったので、歌の実力があってもアイドルっぽくないっていうか、アイドルの枠組みにそぐわない参加者の方っていうのはなかなかプロ契約に至らなかったんですけれども、シーズン3からユ・ヒヨル先生が審査員に加わったことで、そういったアイドル向きじゃないけど音楽の実力がある参加者、あとシンガーソングライターがアンテナと契約できるようになったっていう変化もあったようなんですね。でユ・ヒヨル先生はですね、ソングライティングを非常に重視している人だと思います。アーティスト自身の言葉と音楽を綴るっていうことをね、とても大事にされていますね。で今はもうシンガーソングライター集団っていうイメージのアンテナなんですけれども、実はアンテナに入ってから曲を書くようになったっていうアーティストも多いそうなんですね。例えば K-POP スターからアンテナに加入したクオンジナさんも最初は自作の曲を歌うとは思ってなくて、自分は書いてもらった曲を歌って踊る歌手になるんだっていうふうに思っていたそうなんです。
サム・キムさんも自作曲で歌いたいというこだわりは特になかったそうなんですが、ユーヒヨル先生に曲を書かないとデビューさせないぞっていう風に脅されて作曲を学んだっていうようなね逸話もあったりします。特にオーディション番組 K-POP スターから合流したアーティストたちはアンテナに入ってから楽譜の書き方や曲の書き方を学んでいる方も多いんですね。定期的に曲を作っては発表会をしてっていう風に指導を受けてトレーニングを積んでシンガーソングライターの形でデビューしているという人も多いです。これユーヒヨル先生にね直接作曲指導を受けられるっていうことですからね、いや本当なんともすごい世界だなと思いますよね。でもきっとユーヒヨル先生も契約の段階で作詞作曲ができるだろうなって多分思ってこの彼らと契約していると思うんですよね。私自身も最終的にはオリジナル曲をやりたいというふうに思ってるんですが、作詞作曲をするってことは自分の物語を音楽で語っていくような作業なので、やっぱりオリジナルが書けるっていうのは尊いことだと思いますね。またアーティスト人生においてもその自分の支えだったり資産にだったりなることだと思うんですよね。でそういったアーティストの個性の部分を非常に大切にしているということですね。そしてどうやったらアンテナに入れるのかというとですね、私もこのあたりは正確にはわからないんですが、今アンテナに所属しているアーティストたちはみんなユーヒヨル先生を感動させているアーティストなんですよ。なのでユーヒヨル先生が大切にしているものを持ってるっていうことが大事なのかもしれないですね。確固たる音楽的実力の上に個性がしっかり表現されているかということだと思います。自分の個性が何なのかってこれ難しい課題だと思うんですよ。アーティストはやっぱり個性ってすごく大事ですけど、これは人生においても一つの課題ですよね。私もようやく最近歌をカバーしていく中で、原曲の歌手はこうやって歌ってるけど私はこうやって歌いたいみたいな自分らしい表現が自分の中から自然と出てくるようになったんですけど、これはね最初からできたわけじゃないんですよ。でいろんな歌手の歌い方とか表現を真似して学んで選択肢を増やしていく中でだんだんとできるようになってきた感じなんですね。それでも未だにもうしょっちゅう歌い方には迷っていて、歌の先生にどっちの歌い方の方が私らしいかなとか、私の声質にどっちが合ってるかなとかね、相談しながら細かくボーカルディレクションしてもらっていますね。で自分らしさっていうのはもちろん誰でも持っているものなんですけど、それを歌とか表現の中で人に伝えるためには解像度を上げる必要があると思っています。自分と向き合って練習を積んでいく中で形成されてくる部分もあると思うんですよね。なので私は日常生活の中でも結構ね自分が何を感じてるかっていうことにフォーカスするトレーニングをしてるんですね。例えば音楽を聴いていい歌だなって思うじゃないですか。でそうやっていい歌だなってただ思うだけじゃなくて、自分が曲のどの部分のどの歌詞どのメロディーに何を感じているからこそこれをいい歌だと感じているのかというふうにですね、自分と向き合って自分が感じていることの解像度を上げるっていうことをね、トレーニングとしてというか癖としてやってるっていう感じなんですね。すると今度自分が歌う時に表現するべきポイントっていうのが見えてくるんですよ。ここが好きだなとか、ここをもっと気持ち入れて表現したいなっていうのが見えてくるようになります。それが結局自分らしい表現っていうのにつながっていくんじゃないかなというのをね、最近は思ったりしております。そんなわけでね、今回はさやさんからのリクエストをいただいて音楽レーベルアンテナを紹介して、その特徴など語ってまいりました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。 YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。